また暑くなっちゃった。ムスムス。何時ぐらいまで、3時4時ぐらいまでやろうか。12時だしね、ちょっと遊びに来た程度で、湖で本当はとやろうかなと思ったけど、濁りが入っちゃっててね、涼むんだったらこっちの方がいいんじゃねっていうんで来てみました。あとこういう釣りの方が私には合ってんだよな。何が出るかわかんないけど、ニジマスとか気になる。水温チェック。あ、いい感じだと思う。でもさすが十勝川冷たいな。13度だな。ちょうどいい水温だな。ただそれなりに人は入ってるだろうけど、どういう状況かわかんないからな。こういうとこいないんだね。13度だったら割といろんな魚がいると思うけど、反応が全くないやん。オープンに出てないのか、単純に人が入った後なのか、もしかして普段水がない川っていう可能性もあるんだよな。知らないから私。多分通常の水位だと思うんだよね、これが。ということは割と人に入られてる可能性があるな。出ないっていうことは。流れがね、来た。あ、抜けた。いたな。なんだろうあれ、ちっちゃかったけど、やっぱり人が打たんようなところにしかいないな。人の足跡あるな。普通に今日入ったやつなのか、それとも前なのかが分かんないけど、出てこんな。本当にだいぶ崩れちゃった。もしかして。いや、もともとこの川はそんなに釣れない。来た。来たじゃんか。人入ってるとしたら打ってるよな。こんなとこはもちろん出ないな。さすがに打ってるか、ここは。しかも最近入った臭いぞこれ。こんだけ出ないっていうのは移動した方がいい気がするけど、どこまで入ったんだろうか。日陰になってて草が入ってる横とかはありっちゃあり。いないか。なんかいそうな雰囲気はあるけど。触ったいた。もう一回来るかな。出てこないな。ワンチャンスだな。擦れてんね。かなり擦れてんね。やっぱこういうとこはアクセスいいし入りやすいし、スレにしたってそれは奥多摩よりかは全然って感じだけど、微妙にいるからなんか体型の機会を失うんだよな。これ全くいなかったら速攻で別の川行くけど、微妙にいるのが厄介だよな。また行きにくいところ。こういう木ってすぐ切っていくんだよな。ニジマスでも食ってくるけどな、13度もありゃ。てか割と全部の魚もが食ってくるような温度ではあるんだけど、危ねえ。なんか引っかかった。オッケー。なんだい。よいしょ。はい。ニジマスさんじゃん、やっぱり。ルバイ。やっと出始めた。人入ってなくなった。水流が激しい。人の足跡あるよ普通に。そりゃでも割と新しくはない気がするけどな。オッケー。取れた。出始めた魚が。オッケー。くそ、出た。やっぱりいた。これにちょっとサイズがいい感じのニジマスちゃんですね。ちゃんとフッキングしてなかったな。私の悪い癖でちゃんとフッキングをしないっていう。基本持ってってくれたら乗ると思ってる主義だからな。北海道のやつはちゃんとフッキングしないとかかりませんね。隠れるような場所がないからな、あんまり。こういうダラダラっとしたようなところは来た。しかもそこそこ大きい。ニジマスちゃん何センチぐらいでしょうな。よいしょ。はい、35ぐらいのニジマスちゃんですね。よいしょ。出るようになったね。はい、こういうところにも出始めた。人が入ってない証拠です。流れがすごい。持ってかれる。ウェーダーがもうね、ウェーダーの意味をなしてないぐらいね、濡れてる。中で結露してる。そしてさらに濡れてる。ちょいディスタンス取りながら。いない？嘘。反応しないだけ？それともいない？マジで。アプローチが違う？あれ？マジ？こういうとこにいないんですか？面白くなってくるな。それはそれで。なるほど。いない。マジで？嘘、マジ？
ッケー。おお、よいしょ。よいしょ。はい。日。ほい。綺麗ですね。そういうところにいるんですか？さっきの深いところよりも。なんでこういう岩の影とかに水の当たる面って言ったらいいかなはそんなにいないっていうか、いたとしても多分水が緩くなってるボトム付近とかそういうところだろうな。来た。あー、外した。ニジマスは結構何回で持ってくるイメージあるけど、やっぱネイティブは一発なんだな。そんなに頭のいい魚じゃないからしばらく放置すると多分釣れるけど、一番暑い時間はやっぱ渓流に来るに限るな。楽しすぎるな、やっぱ北海道の渓流は。本当は十勝川本流に入りたかったけど人がいたんで、ここでいいやろっつって一風な川に入ってきたんだけど、遊んでくれるもんね、ニジマスが。熊と獣さえだけど北海道の渓流は乳系も釣り自体もすごくいいし。来た。はい、ああ、取れた。元気に。2時か、そろそろやめる？一気に暗くなるからな。変光レンズ外したら明るいんだけど、このね、岩のこの隙間とかにね、すごくいそうな気はするんだけど、微妙なのかね。めっちゃいる、めっちゃいる。めっちゃいるじゃんか。深いところにいたな。まだ壊せてないから飛び出してきそうなもんではあるけど、もう追ってくるけど、俺の姿見えてんのか、これ。足場が高いからな、発見されやすいんだよな、魚に。そろそろ引き返すかな。これだいぶ水あったんだな、多分これ。ここにすげえ木が後ろ腐られてるってことは。で、砂なんだよな、地層が。すごく削れるんだろうな。日が傾いてきちゃってるから、ここの先見て、微妙そう。この感じがずっと続くようなら、撤退する。微妙そうだな。終わりましょう。変わります。さて行きますか。のんびりやろうぜ。のんびりね。こっから濁りがあるけど、本流自体はどうなの？放水口からの濁りだな。濁りがなければちょっと朝のうちは本流でやりたい。いけそうだね。でも全然支流よりも11度。昨日風がね強かったからね、夜川の流れ自体は割と穏やかで、どこでもニジマスいそうな雰囲気はある。放水口上流の水だろうな、多分十勝ダムとかの水がものすごく濁ってるのかもしれない。ここら辺は多分普通に人が入ってバキバキに打たれてるから、そんなによろしくないと思う。人の足跡がすごいもんね。ルアーを投げたら釣れるっていう状態ではないんだよな、十勝帯広周辺は。若干秋の雰囲気があるね。これぐらいの時期を想定してたんだよ、私は。知床も全然緑が青々としてるからな。それから今年はやっぱり瀬渡し使ったり然別湖の料金払ったりして結構お金使っちゃったな。残りね、資金がね1万ちょっとしかないからね、気をつけないと飯が食べられなくなっちゃう。追ってきてた。もう一回チャンスあるかな。ダメか。やっぱりこの隠れ具合というか、さっき追ってきたやつも岩がこう斜めに水中に入ってて、上が隠れてるようなところに潜んでたみたいだから、それなりにプレッシャーがあるんだろうなと思う。この感じはこういうオープンなところに流しても出てこないっていう、岩の裏、岩の影になってるようなところを打っていかないとダメでございます。あとはボトム付近かな。水深があるところの11度とかでこの状況ならやっぱり人だと思うな。下流行ってもいいけど、でもくったりダム見た感じだと濁ってんだよな。取れた。ボトムもボトムだ。めっちゃ張り付いてる。一回追わせちゃうとなんかあんまりついてこないんだよな、面白いことに。人の姿見たら食わない感じは非常にプレッシャーにやられてる感じ。この朝の状態でボトムに張り付いてるのはちょっとあんまりいただけないな。魚が見えないのが見える。そこのえぐれてる下にいるかもしれんけど、何なんだろうね、この地形は一体。砂っぽいんだよな。砂岩っていうのかな、北海道の。
持ってきた。オッケー。まあ水温が上がったのかな。ちょっと中層域でも追うようになってきたな。ほいほいほい。持って帰って食べてもいいけど、今回ね、魚あんまり食べる気なかったからあれを持ってきてないんだよね。はい、グッバイ。泳げるかい？泳げた。ここら辺の魚は細いな。去年帯広周辺というか、まあ上士幌にあるなんか変な川、何川か知らないけど忘れちゃったけど、あそこの川はなんか結構プリップリだったんだよな。みんな十勝川の魚はみんな細いね。パワフルだけどね、引きはやっぱ奥多摩のやつとは比べ物にならないぐらい引くけど、よく跳ねるしね、元気だよね。さすがに十勝ダムは水が濁ってたんでその上流に来たわけですが、水きれいだけど魚いんのこれ。おお、食ってくる。オッケー。何何。あ、やっぱウグイだ。群れてんのめちゃめちゃウグイがいる。もっと上流行かないとダメかな。とりあえず十勝川本流ですね、トムラウシの方まで見てきたんですけど、なんかちょっと川の様子がやっぱりドロドロになっちゃっててって感じなんで、昨日入れなかった川に来てますね。すごいハエが顔にたかってくるね。ものすごいアブというかなんというか、まあ、ちょくちょく上がっていきますか。よいしょ。割と川幅があって深いな。同じように13度近くかな。12度だね。来た。お、ヤマメちゃんだ。元気ね。ヤマメちゃんグッバイ。北海道の魚ってリーリングに弱いんだよな。持ってきた。ヤマメかな、あのサイズは。もうちょっと大きかったら食べようね。来た。はいはい。ニジマスちゃんめっちゃ釣れるやん。この川どうした？昨日めっちゃ人入ってたけど、はい、やっと蛇行し始めた。やっぱ川は蛇行してなんぼよ。思ったより流れが速いからルアーのアクションが決めづらい。そういうとこいないんだね、逆に。お、来た。はい、ちょっと、はい、綺麗なニジマスちゃん。これ持って帰って食べようかしら。どうしよう。いいサイズだから食べようか。何センチぐらいでも30ないか。でも35だから30ぐらいか。ちょっと微妙か。グッバイ。十勝本流よりも魚の数が多いね。圧倒的だ。はいはい、ヤマメちゃんさよなら。走る。こいつはお、ヤマメちゃんだ。もうちょっと大きくなってね。このね、北海道特有のこの砂っぽい岩、これ何なんだろうな。そんなに硬いわけじゃないんだよね。手でこうボロボロ崩れちゃうような。このね、岩がね、水で削れてこういう風にねなっちゃうんだよね、多分ね。こう水路みたいに。ほらね、これものすごく柔らかいんだ。これほら、ドッシャーって落ちてくるよ、これ。そのうちそれがちょうど私が渡る瞬間だったら一番嫌だな。中の拍子に落ちてきたら最悪だ。ぜひ北海道に住んでる人はね、東京に来て釣りしてみてほしいですね。本当にどんだけ北海道が恵まれてるかっていうのが分かるから。よし、やっぱね、こっちの方が来るよね。ニジマスちゃんグッバイ。多分早すぎてミノがアクションしきれてないんだよな。流れが早すぎてミノがアクションしきれてないっていうか、流されてきちゃったんだよな。オッケー、来た。これはニジマスちゃん。
グッバイ。そろそろ食材を確保したいが、時間的に。おー、来た。どんだけ釣れんのマジで。意味がわからん。意味がわかんないぐらい釣れるよ、ニジマスちゃん。パーマークが可愛い。こんぐらいの流れなんだよね。今ね、何を狙ってるかっていうとね、そこの流進とね、岸にこう沿って浅くなってるんですけど、そこの間にね、微妙にこう寄れるんですよね。こんな感じに。岸とこの流進との間に、そこにいる魚を狙ってるっていうね。まあまあよくあるパターンですね。はい。おう。まあバーブレスだからしゃあねえな。いい感じの流れが終了しました。ルアーを一定のスピードというか、まあ食ってくれるスピードで回せればなんとか釣れるけど、速すぎるとやっぱりちっちゃいのがすげえ来る。よいしょよしよしよし。はい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 。こいつなんだ。なんかヤマメの方が引くな。どしゃってんね。岩っていうか砂に対する信頼度が全く。よいしょ、抜けた。ダメだ、疲れてきて足が上がらなくなってきた。1時か。もう1時か。そろそろ体型の算段を考えていかないといけないな。曇りだし、ちょっと暗くなるのが早そうではあるから。めっちゃ崩れてる。オッケー。はいはい。にします。出た。はい、にします。ピチピチ、ピチピチ。新鮮お魚ピチピチ。グッバイ。というかこれどんだけ削れて落ちたんだろう。これものすごい雨降ったんだろうな。ここまで木が流されてるってことは、少なくとも私の身長よりも水かさはあったってことだから、それでもまあ釣れてくれるんだからありがてえっていうか。何年前、今年のやつかなこれ。でも今年臭いな。まだ木が枯れてないもんな。足が見えた。やっと見えたよ。疲れた。足つきました。オーライ。私の汗と湿気で蒸されたウェーダーが10度ぐらいの川の水で冷たくなって結露しちゃって濡れる。よしよし、帰ろう。今年のニジマス釣りは終了です。多分やっぱりあれだな、オフロードで来るべきだな。こういう道ばっかだもんな。